をですね大さじ1かけます。大さじ1ぐらいかけます。チャーハンにもヨーリッシュオイルが。そうなんです。エビチャーハン完成。めっちゃお店ね、最高です。はい、参ります。3、2。はい。ここから使いましょう。ここから使いましょう。はい、じゃあいきます。はい。冷凍 OK！ はい、やってみました。この冷凍チャンネル。このチャンネルはですね、おすすめの冷凍食品紹介したり、家庭でできる簡単便利で美味しいレシピなんかをご紹介しております。で、今日はですね、もう早速なんですけども、ゲストをお呼びしたいと思います。料理芸人のクックイのやさんです。どうもです。料理芸人のクックイの上田よということでございまして、ありがとうございます。ありがとうございます。お呼びいただきました。ありがとうございます。いやいや、もうこの素敵なキッチンですね。はい、この冷凍チャンネルに、ついに芸能人の方が来てくださるということで、ハードルが高くなりました。芸能人というよりも本職の漫才を趣味の料理が追い抜かしていきまして、はい、ただいま料理の仕事しかなくなっちゃった芸人でございます。なのでその芸能人でいうとちょっとハードル高いんですよ。ハードル高いですか。でも料理芸人っていうことで。そうですね。はい。片足の小指だけ芸人に入ってまして、あと全部料理にズボッと入ります。はい。めちゃめちゃはい。だから面白おかしく料理をしてくれる。ハードル上げないで。明るくぐらいにしてください。明るくぐらい。はい。お願いします。はい。はい。で今日は何をやっていただくかと言いますと、料理酒オイルを直伝していただけたと思います。いやすみません、もう早速いいんですか。はい。私の著書で料理酒オイルっていうのがありまして、こう書いてある通り、このボトル、こういったボトルにですね、料理酒を4、油を1の割合で入れていただいて、使う時にシャカシャカと振っていただいて、使うとありとあらゆるお料理が美味しくなるということになっとるわけです。なっとるわけです。で、今日はそれを冷凍したものにちょっとかけたりとか、その素材を使ったお料理をちょっと紹介させてもらえればなと思っております。はい。私も購入したんですけど、この本すごくいい本で、料理酒っていうものを料理酒オイルなんですけど、なかなか料理酒自体を使わない人とか、別にいらないんじゃないかって思ってる人も。いや、そこなんですよ。特に冷凍に結構有効だぞってことを今日ちょっとご紹介できればと思ってます。じゃあこの本に書いてある通り、こういうボトル100均とかで買っていただきまして、ドレッシングボトルとかオイルボトルとかって名前で売ってますので、ここにですね料理酒をまず入れるわけです。大体でいいんですか？大体で、目測で大丈夫です。4対1になるような感じですね。こんな感じで入れて、はい、どうだいと見て、もうちょいだなと。大体でいいので、これ今セパレート分かれてますけども、使う時はこうやって乳化させてあげる。でこれを炒め物とかにかけると、油と水分っていうのは仲悪いですから、ブワーッと一気に水蒸気爆発というか、蒸気が立ちまして、その蒸気でお料理するっていうのが炒め物のめちゃめちゃコツです。炒め物は油とお野菜だけで炒めるんじゃないんですよ。そこにちょこっと水分を入れて、油と水分を喧嘩させて炒めてます。今日ね、何を作るかまだ言ってなかったですね。もやしだけ炒め。でもやしが最近だともう30円ぐらいで売ってますか。20円30円、これが10倍の味になっちゃうっていうことです。お店で食べるような。その通りです。フライパンに火をつけていない状態でごま油小さじ2だけ入れて、今ようやく火をつけました。ちょっと薄煙立つまで加熱していきます。加熱というかフライパンを温めます。そしたらですね、もやしをもう入れます。はい、入れましたね。入れましたら、ここで登場料理醤油です。これをですね、大さじ1かけます。見てください。今すっごいスチーム立ってます。でこれ油引いてあって、そこに料理酒だけ入れるってなったら、油と料理酒が混ざってないところも出てくるわけですよ。するとフライパンの温度だけ下げて、そこでジュクジュク料理酒だけがもやしを煮るみたいになっちゃう。あくまでもこのスチームを立てたい。で今喋りすぎて何にもいじってませんね。こうやって振らなきゃいけないんじゃないかと思ってるじゃないですか。振ったら負けです。
あと皆さんこういう菜箸ですぐにこう混ぜたがる。やる。混ぜれば混ぜるほどこの菜箸でもやしを傷つけます。傷つけることで水分が出ます。いじったらダメなんです。人間と一緒です。いじったら傷つくんです。1分間これでじっとしてほしいんですよ。ね、1分間じっとしたら鍋振りたくなるところをじっと我慢してこのトングで天と地を返すイメージではこう返してあげてください。ガチャガチャやんないんですガチャガチャやんないでね、ここでまた30秒じっとします。そしたらですね、もやしだけ炒めはもう味付け簡単です。胡椒1つまみね、でお塩1つまみ、1つまみって言ってもちょっと多い4分の1、小さじ4分の1です。で鶏ガラスープの素も同じぐらい、小さじ4分の1ぐらい。そしたらですね、こうやってまた混ぜてあげてください。はい、できた。早っはい、見てください。シャッキシャキです、多分。お肉もね、他のお野菜も入ってないんですけど、十分美味しいです。めちゃくちゃ早かったですね。ね、これで何も腕もいらないし、火力も家の火力です。はい、ということで、はい、完成しました。もやしだけ炒め、シャキシャキのね、別名ですね。無限もやしと私呼んでおります。はい。これちょっと早速食べてもらっていいですか。はい。はい。シャキシャキもやしだけ炒めいただきます。いただきます。1分半でできたんですけどね。早いですね。中華屋さんのもやし炒めですね、これ。でしょ。はこんな風にもやしが生き生きシャキシャキ。コツはもう本当に3つ。は料理酒オイルをかけてスチームをね、もうブワーッとそのスチームで火を通す。あとはもう全くいじらない。3つって言ったけど2つでした。もやしの変なもやし臭さも残ってないというのはちゃんと炒まってる証拠なんで。かといって生ってわけじゃもちろんないっていう。油ともやしだけで炒めると接地面ばっかりが加熱されて上の方のもやしが加熱されないっていう状態になるんですよ。だからみんな混ぜたくなるんですけど、混ぜたら水分が出るんですよ。自分で言うのもなんですけど、やっぱりこのもやし炒め美味しいなということでございました。はい。料理酒オイルを使ったまた別のおすすめレシピあるんですか。ちょっとですね、チャーハン言っていいですか。いいですね。はい。でエビチャーハンっていうか、エビがゴロッと入っているチャーハンを作りたいので、今日はこうシーフードミックスあります。冷凍のシーフードミックス。はい、そうですそうです。冷凍にもこの料理酒オイルが使えるわけです。そうなんです。まだ冷凍のまんまなんですよ。これちょっとなんかチンしたりとか、自然解凍とかされる方いらっしゃると思うんですけど、ここで解凍するときにも料理酒オイルを使ってください。ここで、はい、もうね、油と料理酒を混ぜてこうやって振りかけておきます。そうすると料理酒って 3% のお塩が入ってるんですよ。これ今、塩分がある状態の水分、料理酒ですねがかかったことで、エビのこれ解凍するときに痩せずに、そして臭みも取ってくれるという。魚でも何でもそうですけど、油というものが多少なりともありますので、一緒につけておくことでこのプリプリ感が保たれるということですね。なるほど。はい。じゃあ料理酒オイルはこういった解凍にも使えるんですね。そうです、使えます。これただただお水だけだとぼやっとなっちゃうんで。はい。今日ちょっとチャーハンなんで、素材おネギと、あとチャーシュー私今日ちょっと自家製で作ってきましたけど、ありがとうございます。あとあればナルトとか、かまぼこあるといいかなと思いますけど、なくてもいいです。具材はお好みで。お好みでって感じですね。はいはい。こうやって斜めにちょっと切っていただいて、これも斜めに切っていただいて、ひっくり返してね、蛇腹状態になるわけですからね。これを切るとみじん切り。あんまり細かいみじん切りにするとチャーハンに入った時にちょっと存在感がないので、ザクザクっとしてていいです。そこまで神経質にならなくて。神経質にならなくていいです。はい。チャーシューも僕はあんまり小さいのにゴロッとしてほしいんだよなということで、
1センチ弱ぐらいの厚さに切っていただいて、これをまあキューブ状というか、ね、切っていただければ。なければハムでいいです。でエビ料理醤油につけて、まあ、10分15分経ったものですね。でもうちょっと柔らかくなってきてます。これをちょっとさっとね炒めたいと思います。今油と料理酒をまとってる状態なので、これで火通りやすいですね。いい感じですね。はい、そしたらですね、あとはこれチャーハンちょっとかたどりたいので、こういうお椀のところにこのエビを入れとくわけです。ここに炒めたチャーハンを入れると見た目最高なチャーハンが出来上がります。一番上に乗っかるわけですね。そう、その通りです。はい。でここにこれから卵を炒めていきますけども、この大さじ1ぐらいの油を敷いておきますね。はい。で卵を用意するわけですけども、よいしょ。これ卵を、まあ、溶く人と溶かない人といるわけですけど、お家だと慌てないようにやるためにちょっと溶きたいんだけど溶きすぎないっていうのをちょっと気をつけてください。はい。ね、黄身にちょっとこう入れました。これぐらい。まだ黄身と白身がこの分かれてますよという状態ですね。そうするとですね、黄身のコクと白身の甘さみたいなのがちゃんと際立つ、それぞれ分かれて美味しいっていうになりますね。なるほど。全然ちょっとしか混ぜなかったですね。そうそうそう。でこれ卵こう入れますね。でもうこの状態の時にご飯入れます。ご飯入れます。これでこれちょっとね、こうやってこうしてあげて、こう逆にするぞって感じにするわけですね。まだね鍋とか振らないんですよ。そこで料理醤油大さじ1ぐらいかけます。チャーハンにも料理醤油が。そうなんです。いいんですね。なんでかっていうと、これね、このご飯を崩すときにご飯を傷つけたくないんですよ。今料理醤油かけたところでめっちゃほぐれやすくなるんです。これパラパラチャーハンが作りやすくなるんですね。そうです。パラパラだけど決してパサパサではなく、しっとりだけどべちょべちょじゃないというのできます。これでこうやって振らない、絶対こうやってね焼き付けるイメージにしてください。でこうやってこう返してあげてね。そうするとこの香ばしい感じも出てますね今ね。はい。でこうなりましたら、まだこの焼き付けてますよ。ここに鶏ガラスープの素小さじ1ですね。でお塩少々で胡椒少々ね。そしたらまたこうやってこう混ぜてあげる。こう混ぜてあげる。こう混ぜてあげる。こうやって混ぜてあげる。さあそうしましたら具材でできますよ。チャーシューとおネギをこう入れました。またこう混ぜて、まあこう混ぜて、こう混ぜて、鍋振らない、お米を傷つけてない。で最後お醤油小さじ1、ごま油小さじ1。はいはい、もう火止めました。はい、出来上がりです。早いですね。そうするとパラパラなのにしっとりのこのチャーハンもできました。卵の甘さ、この白身の甘さ、黄身のコクも出ている。はい、そしたらここにですよ、これ入れてあげる。これ入れてあげる。うまそうっすね。入れてあげる。よいしょ。で入れるときにちょっとね多めにやっぱ入れてあげる。パンパンに詰めてあげる。これにポンパカエビチャーハン完成。めっちゃお店ね、最高です。はい、はい、じゃあちょっといただきますか。はい。
すいません、いただきます。いいっすね。いただきます。はい。うまいやっぱ香りがすごいいいですね。エビプリプリやし。臭み全然冷凍ご飯使うと、結構固まっちゃって、団子みたいになりやすいですね。そうする時に。それが用意塩に使うとパラッと仕上がるという。一粒一粒離れていくっていう。誰がやっても、お店かのような本当にパラパラチャーハンができる。本当今の動画見ていただきながらやったら多分本当にいけると思います。世の男子もチャーハンはパパに任しとけみたいに言えたらかっこよくないですか。そうですね。冷凍のチャーハンも今めちゃめちゃ美味しいんですけど、いつも冷凍のチャーハンが常備してるっていうわけじゃなくて、お家でも作れるっていうのであればね。ということで、今回料理ショイル本当にありがとうございます。レシピを教えていただき、ありがとうございました。いや、家でやっぱチャーハン作れない、美味しくないなって思ってる人多いと思うんですよ。でも仕方なくもうこんな団子になっちゃったりとか、火力も微妙だとか思ってそうやってる人も多いと思うんですよ。そう、家でだったらもうこれぐらいでしゃあないかってみんな思いながら食べれると思うんですけど、お店レベルになる。はい、もうだからまあ僕がこの本を出したのは、味付けを指南する料理本って今までたくさんあったと思うんですけど、味付けだけじゃもう解決できない食感とかみずみずしさとかジュワとかカリとか、そういうところが多分お店とお家の差なんだと思ってたので、それをまるっと解決してますということになってます。なるほど。はい、ということでね、この冷凍チャンネルはですね、おすすめの冷凍食品や、冷凍テクニック、こんなレシピなんかもご紹介してますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。あとはクック井上さんの YouTube チャンネルもありますので、ちょいこつクックで検索してください。はい、ぜひそちらもチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。冷凍 OK。冷凍食品専門家、冷凍王子が人生をかけて作った一冊。冷凍食品の魅力をあらゆる面から追求した究極の本。今すぐ食べたい冷凍食品の本、レシピ付き、自由国民社から絶賛発売中です。